Hello everyone, Game Seekers のニックです。ゲームシーカーズのニコです。今日はエンディングの考察含めてインディカのレビューをしていきます。ネタバレも多少含まれているので、プレイ予定の人はご注意ください。インディカ、インディ・ジョーンズ。ニコ、インディ・ジョーンズは関係ないよ。それではインディカの魅力的な世界に飛び込もう。And here we go. インディカは19世紀のロシアを舞台にしたアドベンチャーゲームです。若い修道女インディカの視点から修道院内外での不思議な旅を描いています。主人公のインディカは修道院で日々を過ごしながら教会の教えを疑問視する修道女として紹介されます。彼女の内的な葛藤は悪魔の声が彼女の思考に侵入し、シュールな幻覚と不安感を引き起こすことでさらに複雑化していきます。インディカは悪魔なの？それとも彼女のイマジネリーフレンドなの？この悪魔の存在は彼女の疑念とロシア正教会の制度に対する批判を象徴しており、彼女の内なる旅の触媒であり、彼女の信仰への挑戦でもある。なるほど。ロード・オブ・ザ・リングのゴーラムがもう一人の自分と会話してるのと同じだね。その通り、インディカもゴーラムのように二面性があり、彼女が信仰と世界に疑問を持ち始める変化を描いている。インディカの旅は重要な手紙を届ける使命を受けたことで始まる。この使命により、彼女は長年閉じ込められていた修道院の外に出ることになります。インディカは負傷した兵士イリアと出会います。彼との対話を通じて信仰や奇跡についての哲学的な問いが深まります。ゲームはユーモアと悲劇を融合させて物語を興味深く考えさせてくれます。インディカの子供の頃の話がレトロな雰囲気があってすごくユニークだったね。その通り、ゲームはレトロなピクセルアートのフラッシュバックやミニゲームを取り入れており、インディカの認識のシュールで断片的な性質を強調し、試作的でありながらエンターテインメント性のある体験ができます。例を挙げると、嫌われマツコやグランドブダペストホテルなどのブラックユーモアや風刺を描いた映画、そして現実とピクセルを融合したような雰囲気はスコット・ピルグリムの映画を思い出すね。インディカがカエルの上をぴょんぴょん飛ぶシーンが可愛くて好きだったな。インディカの芸術的及び文化的背景はドストエフスキー、トルストイ、ブルガコフの作品やランティモスやアルノフスキといった現代の映画監督からインスパイアを受けており、19世紀ロシアの歪んだバージョンでもあり、その時代の厳しさと禁欲主義を捉えつつ幻想的な要素を加えています。大胆なストーリーテリングと芸術的ビジョン、テーマの深さで称賛されたアート作品だったと思う。稀に見るシュールな傑作品だね。何なんだよ。シュールすぎるわ。さて、エンディングについて見ていきましょう。インディカの旅のクライマックスは彼女が宗教的な疑念と自己信念に揺り動く様子を描いています。最終的に彼女は悪魔の声と決別するか、それを受け入れるかの選択を迫られます。結局エンディングは何を伝えたかったの？いい質問だね、ニコ。インディカのエンディングは私たちにいくつかの重要なメッセージを伝えようとしている。まず、インディカの物語は彼女の内的な葛藤と自己発見の旅であり、最終的には信仰と自己の信念に対する選択を迫られる。彼女が内なる悪魔の声を受け入れるか、決別するかの選択は彼女の精神的な自由や成長を象徴している。つまり、インディカが悪魔の声を乗り越えることは、彼女が自己の疑念や恐れを克服し、より強い信仰と自己認識を持つことを意味している。
それに対して悪魔の声を受け入れることは、彼女が自分の弱さや不確実性を受け入れ、それを自分自身の一部として認めることを表している。どちらの選択もいいところと悪いところがあるけど、それが彼女の人間的な深みを増していることになる。なるほどね。でも、このゲームは私たちに何を伝えたいの？このゲームが私たちに伝えたいのは、人生には明確な答えがないということ。信仰や自分の信念に対する疑念は誰にでもあることで、その葛藤や選択こそが人間の本質なんだということを伝えているんじゃないかな。最終的には自分自身で決めるべきというメッセージもあると思う。自分自身で決める。選択することこそが成長の最大の糧となる。つまりだね。選択する。成長の糧？いちごパフェ？それともチョコバナナパフェ？いや、やっぱりティラミスパフェの方が好きかも。これは難しい。深く考えさせるユニークなゲーム体験だったよね。私たちに具体的な答えを与えないのは、インディカのように私たち自身にも自己発見してほしい構造になっているのかもね。よーし、決めたよ。ニコね、抹茶パフェにする。抹茶パフェ？抹茶パフェが食べたい。肉のおごり。おごり？抹茶パフェ、抹茶パフェ、抹茶パフェ、抹茶パフェ。こうしてニコは最大の糧を最大の食べ物と思い込み、大好きなスイーツの大いなる選択により成長の第一歩を踏み出しました。美味しい抹茶パフェに出会える可能性を信じて、二人のオデッセイが始まるのであった。抹茶パフェ、抹茶パフェ。